ハロー、皆さん。今日はエストニアのタリンに来ました。ようこそ、タリンへ。今回も街歩きに加えて、タリンの海沿いの旅をお届けします。前日にラトビアのリーガを出発して4時間ちょっとでタリンに到着。道中の景色はリトアニア、ラトビア間とそれほど変わりません。ただ街に入ると一気にタリンは都会感が出てきて、バルト三国の中でも一歩前進している国であることが伝わってきます。聖オラフ教会は12世紀に作られた教会。少なくとも8回雷に打たれたため、何度も改築された。で、昔はあんまり高い建物はなかったから、海の上からこの教会を見て、町があると気づくことができたね。14世紀から16世紀にかけて、タリンがハンザ同盟の重要な貿易都市として繁栄していた時期に、聖オラフ教会もその象徴的な建物として発展しました。当時、教会の先頭は高さ159メートルにも達し、中世ヨーロッパで最も高い建物の一つとされていました。この高さから、教会は遠くからでも目立つランドマークとなり、船乗りたちにとっても重要な目印となっていました。ですが再建を繰り返し、現在は124メートル。エレベーターがないので、石畳の螺旋階段を自力で登っていきます。その数258段、想像以上にきついです。ですが登りきった先には最高の眺望が待っています。残念ながらこの景色を楽しめるのは4月から10月の夏季シーズンのみ。11月から3月は塔に登ることができないので要注意です。この教会はゴシック建築でルター派。プロテスタントらしいシンプルな美しさがここにはあります。見つけてしまいました。また素敵なものを。悩んだ挙句、少しブルーに塗られた9番を購入しました。アール・ヌーボーが美しいなぁと眺めていたら、なんだか雰囲気がおかしい。奥にはロシアの大使館があり、大使館前にはたくさんの抗議の意向が示されていました。ヨーロッパの歴史を学ぶと、ロシアの話もよく出てきますが、今もやっていることがあまり変わりないのが残念です。タリンの市庁舎前の広場にやってきたのですが、広場だけ曇ってますね。タリンの旧市庁舎は現存する北ヨーロッパ最古の市庁舎です。1404年に完成したゴシック建築の市庁舎は、現在ではその役目を終え、
博物館の一部や文化イベントの場として利用されています。ドラゴンの頭を模したガーゴイルが特徴的ですね。デンマーク王の庭園に立つ3体の修道士の彫像は、待っている修道士アンブロジウス、祈る修道士バルトロメウス、そして観察する修道士クラウディウスで構成されています。これはタリン市主催のデザインコンペティションで生まれた3という作品で、中庭にまつわる物語や伝説を表現しています。18世紀末にこの庭園周辺の塔が住宅に改築され始めた時期から多くの奇妙な話が知られています。この修道士の幽霊たちは通常巨大な光の体として現れ、祈る姿を見せたり、警告や世界の改善に関するメッセージを伝えていたとされるんだそうです。クライペダのブラックゴーストにも似てますね。塔へは行かず、地下トンネルの方だけ行くことにしました。このトンネルは17世紀から18世紀にかけてタリンを防衛するために建設された地下トンネル群です。これらのトンネルは都市防衛の一環として兵士たちが移動をしたり、敵に対する奇襲を仕掛けるために使われていました。横にいた人形にマークさんびっくり。出口付近には彫刻がたくさんありました。アレクサンドルネフスキー大聖堂はエストニアがロシア帝国の支配下にあった時期に建設されました。大聖堂の名前はロシアがまだノブゴロド公国だった時代の大公アレクサンドルネフスキーにちなんで名付けられています。彼はスウェーデン軍を破った英雄として有名な人物です。内部は撮影できませんでしたが、美しいイコンやきらびやかな装飾が印象的でした。カモメを発見。のんきに水を飲んでいる姿が可愛いですね。パットクリ展望台はトームペアの城壁の上に設置されているため、ここから赤い屋根と塔が特徴的なタリンの街並みを眺めることができます。そろそろお腹が空いてきたので、広場周辺に戻ってランチタイム。店
内の雰囲気がすごくいいと思いませんか？伝統的なスタイル。飲み物はいつものアッフェルショーレ。お通し的なパン。マークはパンがボウルになっているビーフシチュー。ちょっと具が多すぎてシチューがどっか行っちゃったなーなんて言いながら頑張ってボウルも食べてました。私は焼いたサーモン。エストニアの伝統料理は他のバルト三国やドイツとも似ていたので、今回はちょっと普通の料理にしました。一旦ホテルに戻ってからタリン郊外のスポットを観光していきます。テレビや冷蔵庫はないですが、シンプルで綺麗な部屋でした。チェックインもタブレットではなく初めてタッチパネルを使ったので、タリン進んでるなぁと驚きました。タリンには2つの海洋博物館があるそうですが、今回行くのは市内ではなく少し離れた場所のこちら。バスでも行けるそうです。大きな潜水艦についつい見入ってしまいます。潜水艦は中に入ることができるので後ほど。この博物館はかつて水上飛行機の格納庫として利用されていた建物を改装して作られました。館内には陸海空にわたるエストニアの海洋史や軍事史を包括的にカバーした展示があり、圧倒的な存在感の潜水艦や船や飛行機の操縦を体験できるシミュレーターなど、子どもから大人まで楽しめる展示が私たちを魅了します。では早速潜水艦レンビットに潜入。たくさんのメーターがありますね。どれも重要そうで実際潜るとなると怖いですよね。ミサイルはここから。一見広そうに見える外観ですが、内部はかなり狭く、さまざまな器具がところどころ飛び出ているので要注意です。潜水艦に入るのは初めてですが、こんなに複雑になっているとは驚きです。では屋外の大型船舶を見に行きますか。これも博物館の一部なのがワクワクしますね。この船で隠れていましたが、裏には港がありました。丸、日本名っぽいですね。マークさんは戦艦に興味津々。戦艦内を探索中のマークさんはちょっと目を離すとどこかに行ってしまいます。少し旧市街からは離れているこの博物館ですが、あまりこの分野に興味のない人でも楽しめる場所かなと思います。帰り際ショップでガラス製品を購入したのですが、どちらもこの4倍のサイズのものが欲しくて、実はマークとちょっとバトルしてました。テレビ塔までは車で30分ですが、19時までなので急ぎます。このテレビ塔はソビエト連邦によって1980年のモスクワオリンピックに合わせて建設されました。ステンドグラスが綺麗すぎてすでに満足。高さ170メートルからの眺め。真下だとより怖さを感じませんか？バンジージャンプなんて絶
対できません。ちなみに展望台までの高さは170メートルですが、塔全体の高さは314メートルです。東京はここから7875キロメートル先。ここからの眺めはほとんど森ですね。冬の眺めも綺麗そうです。テレビ塔すぐそばの植物園にも寄りました。 IT 化の進んだエストニアではどこへ行くにも楽ですね。植物園は約123ヘクタールと広大ですが、今日はもうクタクタなので熱帯植物が入っているこちらの建物のみ見て回ることにしました。このタリン植物園は1961年に開園し、当初は科学研究と植物の保護を目的とした施設として設立されました。現在ではエストニア国内外から集められた約8000種の植物が展示されています。ホテル近くのカフェで休憩してまた海に向かいます。夏のヨーロッパは午後10時くらいが日没のため、午後8時半でこの明るさ。観光の活動時間も長くできるので、私たち的には季節でいうと夏のヨーロッパ観光が一番おすすめですね。ただ最近ギリシャやスペイン、イタリアは夏が暑すぎるので、真夏は避けた方がいいかなと思ったりもします。これらの国々はドイツ人をはじめ他のヨーロピアンの夏の休暇にも人気なので、人が多すぎるというところも悩みの種ですね。置いていかれないように帰宅帰宅。美しい夕暮れです。一日の締めくくりにぴったりの輝き。ホテルに戻って翌日のフィンランドに備えます。さて、エストニアの旅はここまで。次回はフィンランドサボンリンナの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。